こんにちは、JP コンサルタントです。今日は趣味の部屋ということで、肉を硬くならないように焼く方法ということで、片栗粉を使った方法を紹介するようにしたいと思います。料理というか食べるのが好きなんで、料理もそこそこするというか、一人暮らしですからね、料理せざるを得ないという形でして、今回は前回に引き続き肉を硬くならないように焼く方法という感じの動画と、その趣味に関わった動画ということでやっていきます。まず最初にこれが食材となります。肉と片栗粉を使うというだけなんですけども、肉の方は前回同様赤身肉を買ってきました。厚さは結構分厚いものを選んできてます。どんぐらい分厚いのっていうと、よっと私の指で人差し指の第二関節ぐらいまであります。結構厚いですよね。それでは調理していきましょう。一番最初に片栗粉をフライパンの上に薄く引きます。薄く引くんですけども、私がちょっと雑な関係でちょっと厚めになってしまっていますが、できるだけ薄く引くようにしてください。こんな感じですね。で、片栗粉を引いたならば、その上に肉を乗せると、それだけです。肉の方に片栗粉をまぶしてもいいのかもしれないんですけども、肉もさすがに水分を持ってるんで、片栗粉がさらにボテッと張り付いてしまいますから、それを避けるためにも、私としてはフライパンの上に片栗粉を引いてその上に乗っけるって焼き方の方がいいんじゃないかなと思ってます。そして油は引きません。前回もちょっと話させていただいたように、テフロン加工したフライパンを使うとき、私はフライパンに油を引かないようにしています。で、今回みたいに片栗粉を下に引くときには、フライパンが火で炙るとすぐに熱くなってしまって、溶けたりとか変形したりとかすぐに壊れちゃうと思われるんで、アルミなんで結構低い温度でダメになっちゃいます。テフロン自体も断熱材ですし、片栗粉も断熱材として使っているので、結果としてアルミのフライパンそのものに熱がどんどん残っちゃうんですね。だからできる限りフライパンの温度は低くしてください。私も今回フライパンを使うにあたって火の量は最小にもうギリギリまで下げています。熱で肉から染み出した水分が鍋のこの蓋のところに溜まって、ポタポタと雫のとなって落ちていってます。肉から上の方に赤いドリップがちょっとにじみ出してきてますね。流れ出した水分は片栗粉が吸って、片栗粉が固まって、それを止めるっていう風な感じの働きをしてるはずと期待しています。
実際そう働くんですけども、そんな風になってます。これで焼き始めてから4分目ですね。10分目ぐらいまで先に進めます。10分経つとご覧の通り、全体的に肉がピンクだったのが表面がブラウンになってます。まだ肉汁がこうダーッと流れ出すような感じにはなっていません。この状態10分後ですけども、切ったらばどうなるのっていうと、中はまだ真っ赤です。肉汁が真っ赤な肉汁が出てくるので、この時点ではまだ火を止めずにまだまだ温めた方がいいと思われます。実際に以前14分12分とか14分ぐらいでやめて切ってみたことがあります。肉の表面はピンク色でそろそろって感じではあったんですけども、出てきた肉汁が本当に真っ赤なドリップで、もうちょっと火通せばよかったなと、その時には後悔したものです。あと、数分だけ進めましょう。今の状態が、14分経過後ですね。14分経過後で、見てお分かりになりますでしょうか。赤いドリップが中から出てきたのがようやく見え始めました。このドリップがまだ赤いというかピンク色だということは、中に溜まっているドリップはもちろんこれと同じで真っ赤だということになるので、もうしばらく待った方がいいということがこの肉汁の状態からも分かります。肉汁の色が結局赤じゃなくなればいいんですね。あとは赤いとやっぱりちょっと気になりますもんね。で、15分経過しました。肉からドリップがバーッと、ドリップというか肉汁が外に溢れ出してきてます。この状態になったらばもう出来上がりです。この肉がちょっと早回ししながらちょっと解説しましょう。少しずつこう見ていくと、肉汁が溢れ出すと同時にだんだん肉がちょっと縮んでってってるのが分かると思います。そう、こうなっちゃう、もうこうなってくると、もうあとは肉が縮んで硬くなるだけなので、こうなる前、先ほどのちょっと巻き戻しして、この16分とか17分前後の状態が先ほどの肉の厚さだと、火を止めてやるのにちょうどいいぐらいの状態だと思われます。だんだんちっちゃくなっちゃってます。この状態で焼き始めから20分の状態です。15分がギリギリやめてもいいかなというか、ギリギリ火から取り上げていいかなというタイミングで、20分になるともうちょっと焼きすぎかなという状態なのが分かると思います。さらにちょっとだけ加熱して22分、23分、24分、25分経ちました。
それではちょっと取り上げて見てみましょう。で、蓋を開けたらば一番最初に何をするのと言ったらば、表面まだ焼き色ついてないので、あんまりこう味がちょっと一つ味が足りないんですね。ちょっと今回は火を入れすぎちゃって肉の表面についた片栗粉がちょっと焦げちゃってるんですけども、まあちょっと今、手順的にそのままやっちゃってますけれども、フライパン火を強くして、で肉の表面をこうフライパンにこすりつけて、表面に焦げ目をつけると同時に肉汁が出るのを止めます。で、余計な片栗粉を表面からこそぎ落として出来上がりという感じになります。今パラッと片栗粉落ちましたけれども、本来この焦げたように見える方の片栗粉も早く火から上げれば先ほどのようにポロッと落ちます。ポロッと落ちるから片栗粉を使ってるんですけども、ちょっと今回の動画の時にはあえてちょっと長く火を入れ続けたので、それが固まって肉の表面にちょっと張り付いちゃったっていう格好になってしまいました。それではちょっと切って中を見ていきましょう。中の状態は先ほど肉が縮んじゃったみたいな言い方をしましたけれども、まだ微妙にピンク色が残っている状態です。肉汁はさすがに全部抜けちゃったような感じがしますけどね。それでもピンク色の状態でまだ美味しく食べられる状態になっています。ちょっとピンボケっていうかピンボケがひどいですけども、ピンク色なのお分かりいただけるでしょうか。これが放っておくとさらに余熱で肉の芯まで茶色くなっていくので、早めに食べちゃいたいと思います。それではお皿に盛って仕上げちゃいましょう。別に包丁を持ってこんな風にやんなくてもいいのにっていうのにすぐに気がついたんですけども、最初気がつかなかったというのがちょっとおまぬけでしたね。はい、すいません。フライパンの表面こう見ていると分かると思うんですが、肉を切っている時に肉汁がこう溢れ出してフライパンの上にこう溜まっていってますね。焼いてる最中の溢れ出したものは全て周辺の片栗粉に吸われちゃってるんで、これは切った時に出たものです。肉汁がまだ肉の中に残っていて、おそらく噛み締めたらこの肉汁を楽しむことができるんじゃないですかね。それではちょっとついでですので飾り付けをして仕上げとしたいと思います。ちょうどお昼時なんでお昼の準備ですよね。私のお昼になります。
半額で売っていたぶどうを並べて、バターロールを置いて、はい、綺麗な感じになったかな。ようやくピントがずれてることに気がついて直しておりますが、はい、結構綺麗に出来上がったと思うんですが、いかがでしょうか。映えがあるかどうかは私センスがないんでわからないんですけども、今回は綺麗に出来上がったような気がしています。噛み応えがちょっとありますが、私肉はちょっと噛み応えがありつつ柔らかさを残しているっていうのが好きなので、これぐらいの硬さであれば十分私の口に合います。先ほど焼いて切ってる時にピンク色だった部分は時間とともに火がそのピンクの色の部分まで通って茶色になってますね。すぐに食べてよかったです。今日も美味しいご飯でした。今回動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の機会に動画をまた見ていただけるととても嬉しいです。それでは失礼いたします。